つもご視聴いただきありがとうございます。美味しい引き出しの英子です。めちゃめちゃふわふわに焼けるお酢入りパンレシピ。今回は黒糖コッペパンを作ります。リクエストしてくださった皆さんありがとうございました。柔らかすぎてシュワシュワになっちゃってますけど、割ってみるとご覧の通りしっとりふわふわに焼けました。もちろん次の日もふわふわが続きます。今回はモラセスシロップを使ってみましたが、黒糖パンにぴったりの粉末黒糖を見つけましたのでシェアしたいと思います。ぜひ最後まで楽しんでみてください。では生地作りから始めましょう。材料紹介です。強力粉、粉末の黒糖、塩、無塩バター、お酢、モラセス、牛乳、そして予備発酵用のドライイーストと40度くらいのぬるま湯です。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まずイーストの予備発酵から始めます。40度くらいのぬるま湯の中に分量の中から砂糖を1つまみ入れてイーストを振り入れます。イーストをよく溶かしたらブクブク泡が立ってくるまで5分から10分くらいこのまま室温に放置します。次に粉類を合わせます。強力粉、粉末の黒糖、塩、空気を含ませるように軽く混ぜ合わせておきます。はい、7、8分経ちました。イーストはこのようにブクブクに発酵しています。生地を作るボウルにくるくるくると回転させながら、回転できないくらいブクブク。今日ね、イーストの量が多いんですよね。糖分がいっぱい入るので発酵しづらくなるので、ちょっと多めのイーストを使いました。ジャッと移して少し残っちゃったので、こんな時は牛乳で洗って入れます。先ほど合わせた粉類、これを半分くらい入れます。大体の量で大丈夫です。混ぜます。よく混ぜて、このように粉が見えなくなって滑らかになったらこれで OK です。蓋をしてこのまま室温に10分置いておきます。ちなみに本日の室温は27度です。はい、10分経ちました。もうなんかね、すでにふっくらしている感じです。室温に戻してこのくらい柔らかくした無塩バターを加えます。で、これはモラセスですね。モラセスシロップ。モラセスシロップについては後でちょっと説明したいと思います。ここで軽くバターをなじませます。少しね、つぶつぶが残ってても大丈夫。で、最後にお酢を入れます。そしたら残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、その後切るように混ぜます。全体に水分が回ったらハムスター混ぜいきます。容器を立てて上から手で押さえてヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜていきます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。だいたい1分ぐらい混ぜます。はい、このぐらいになったら OK。 ボウルの周りをきれいにします。蓋をして今度は30度から35度ぐらいのところに20分置いておきます。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らして生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。生地の表面を整えたら蓋をしてまた20分30度から35度ぐらいのところに置いておきます。はい、20分経ちました。で
では2回目のパンチを行います。先ほどと全く同じです。ひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。生地の表面を整えたら軽く慣らして蓋をして2倍くらいの大きさになるまで30度から35度くらいのところで一次発酵させます。はい、一次発酵が終了しました。32度25分でこのくらいの大きさになりました。では台の上に移します。軽くガスを抜いて今日は4分割します。1つ 103g から 104g くらいに重さを揃えました。では丸めます。はい、ここではしっかりと底を閉じなくても大丈夫。固く絞った濡れ布巾をかぶせて20分ほどベンチタイムを取ります。ベンチタイムの間に型の準備をします。こちらが IF トレイの小判型です。こちらは3月の購入品紹介の動画の中で詳しくご紹介していますので、まだご覧になってない方はチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。これにね、油を塗っていきます。先ほど使った手袋、これで塗っていきます。オイルをね、ちょろっと。無塩バターでもいいんですが、私はいつもの太白ごま油を使って塗ります。手袋を使うとね、洗い物が増えなくていいですよね。はい、しっかり塗れたので、これで準備 OK です。はい、20分経ちました。では成形します。両面に粉をまぶしてガスを抜いて広げます。あれやれ、くっついてきちゃった。大きさの目安はだいたい手のひらぐらい、もうざっくりで大丈夫です。で、人差し指と人差し指をくっつけてグッと一回芯を作ります。そしてもう一回グッとでひっくり返してで三つ折りみたいにしますね。で端っこはこうやって内側に入れてそれでこうやって閉じていきます。端っこはちょっと内側に入れて、こうすると表面がきれいに張ります。この時ね、ちゃんと粉を振っとかないとくっついちゃって表面が荒れますので、粉をまぶしながらコロ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 っと転がしてください。できるだけ同じ太さに。で、閉じ目を下にしてで型に入れます。もう一つ両面に薄く粉をまぶしてガスを抜きます。綿棒で少し伸ばします。で、きれいな面を下にして大きさの目安はだいたい手のひらぐらいで、人差し指と人差し指をくっつけて指を揃えてグッと芯を作ります。そしてもう一回グッとこれを反対にして、そ
してかぶせるように三つ折り、端っこはちょっと入れ込みますね。で表面を張らせるようにつまみながら閉じます。端っこはちょっとこうやって入れて、この時ここに薄く粉を敷いておかないと表面が裂けてしまいますので、薄くまとわせながらコロ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 と転がして同じくらいの太さに伸ばします。そして型と同じくらいね。で閉じ目は下にして入れます。閉じ目が横になるとね、横からブワーって膨れてきちゃったりするので、必ず閉じ目は下にして入れます。はい、これで OK。 最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。35度で30分ぐらいから様子を見ます。固く絞った濡れ布巾をかぶせて行ってきます。はい、最終発酵が終了しました。33分ほどで出してきました。このくらい型から出ていますね。でオーブンは180度に予熱をスタートさせています。もうちょっと待機。よーく溶いて、このくらいね、腰をしっかり切ります。卵白がドローンってくっついてこないように。でね、今日フォークで混ぜてますけど、イーストを混ぜる時のちょい混ぜマドラーね、あれよりもフォークの方が卵はよく溶けると思ってます。はい、この溶き卵をちょっとお水で薄めます。大さじ1ぐらい。ほんのちょっとお水入れて薄めます。これで OK。 予熱が完了したので卵水を塗っていきます。何も塗らないで焼いたのと、あと牛乳を塗って焼いたのと試してみたんですけど、両方ともねすごいしわくちゃになっちゃったんですよ。焼き上がった時はふっくらしてるんだけど、時間が経つとねみるみるしわくちゃになっちゃうんですね。それでちょっと調べてみたら、この溶き卵をお水に薄めたもの、これを塗るとそのシワの改善っていうかね、シワの予防になるっていうふうに書いてあったので、今日は試してみます。優しく優しく塗りましょう。では180度で12分を目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。180度で13分焼きました。こちらのボコボコをご覧ください。これね、焼き始めてすぐにブーって膨らんできたんですよ。中にガスが溜まってたんですね。焼く前にこういうね気泡みたいなのがあったら、ハサミでチョッキンってして焼かないとこのようになります。でもね、すっごいふわふわなの、わかるかしら。もうふわ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 で、牛乳を塗って焼いたのと何も塗らないで焼いたのよりは、このね卵水を塗って焼いた方がシュワシュワになりにくかったみたいです。生地に卵を使ってない時はね、なるべく卵を塗らないタイプなんですけど、これはね塗った方がいいみたいです。おすすめです。ここからはおまけです。ではモラセスシロップと粉末の黒糖についてちょっとお話ししたいと思います。今日使ったのはこちらのフルフレーバーのモラセスシロップです。それからね、これが粉末の黒糖。モラセスは糖蜜とか配糖蜜とも呼ばれていて、主な原料はサトウキビです。砂糖を生成する工程でできるいわゆる不純物なんですが、ミネラル分を多く含み、栄養価は黒糖よりはるかに高いのだそうです。味は砂糖よりも甘みが少なく濃密な黒糖のようです。フルフレーバーとマイルドフレーバーがあり、フルフレーバーの方が甘みが少なく苦みや渋みがあり、ビターな香りがするそうです。今回モラセスを購入したお店にはフルフレーバーが一つだけしか残ってなかったんで、迷わずフルフレーバーを購入しましたが、初めて使う方はマイルドの方がいいみたいです。
そしてこちらの加工粉黒糖は駅前のスーパーで購入しました。原材料を見てみますと、沖縄産の粗糖、糖蜜、黒糖と書かれています。黒糖の中に糖蜜も含まれていて、味も色も黒糖だけよりもモラセスに近いのかなと思って使ってみました。色は前回作った黒糖ロールよりも濃い色に仕上がりましたが、モラセス入りよりも癖のない優しい味と香りになりました。モラセスがなくても美味しいコッペパンができますのでおすすめです。サトウキビの汁を絞って煮詰めたのが黒糖。遠心分離機で糖の結晶と蜜に分けます。この糖を生成したのが上白糖やグラニュー糖。蜜を煮詰めたシロップがモラセスということになります。モラセスと黒糖についてちょっとだけお勉強したので、ざっくりとした説明でしたがシェアさせていただきました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。楽しんでいただけましたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。